はい、こんにちは。今回は続ホーミングの作り方ということで、前回の動画を見直していたら、プレイヤー側から飛ばすホーミングの方法も、このタイミングでやった方がいい気がしてきたので、行き当たりばったりですが、ホーミングのさせ方を、オーバーラップイベントを使ったホーミングのさせ方と、今まで使ってこなかったトレースチャンネルを使ったホーミングのさせ方を組んでみたいと思います。トレースチャンネルの使い方は、マメオさんのプリミティブシューターのチュートリアルで覚えたので、今回はマメオさんから習ったものを活用していきたいと思います。このチュートリアルは基本設定からロックオンのさせ方やナイアガラの基本まで学べるので、初心者の人でやってない人はやった方がいいと思います。では続きをやっていきましょう。まず今回はプレイヤー側のプロジェクタイルをいじるので、オブジェクトのフォルダーの中に、BP プロジェクタイル01っていうのがあるので、これを右クリックから複製で、名前を BP アンダーバー、もともと書いた。もともとの名前から、プロジェクタイルアンダーバーホーミングにします。で、これをダブルクリックで開き、これか。この、中身に関してはブループリントはちょっとあんまりおすすめではないので、一旦捨てて、やっていこうと思います。プロジェクタイルムーブメントを選んで、右側の前回やったホーミングにチェックを入れて、アクセラレーションマグニチュードを1000にしておきます。この数値はいくつでもいいんですけど、今回は1000にします。で、一つ今回、最終的には使わないんですけど、一旦使う要素として、スフィアコリジョンを追加して、これのサイズを、スフィアラディウスを、一応一旦1000にしてみます。ちょっと大きい。この状態で画面に置いてみます。なんていうんですかね。大体この辺をカバーしてホーミングしていこうかなという感じです。で、このオーバーラップイベントというか、このコリジョンに触れたものをホーミングしていきたいと思うんですが、現状のこの状態で、このままの状態で、発射したりとか、この状態でプレイとかしても、基本的に、オーバーラップした最初からした状態で始めると、あんまりというか、結構、初期の状態からオーバーラップした状態だと、ビギンオーバーラップっていう形の処理が走らないことが多いので、このスフィアコリジョンを、小さい状態から大きくしていくみたいな処理をしてみたいなと思います。ブループリントに戻って、イベントグラフで、スフィアをイベントグラフに持ってきて、これにセットラディウス、セットスフィアラディウスを出して、このセットスフィアラディウスって何なのかっていうところは、このスフィアを触ってみると、これですね。サイズの調整、この拡大縮小でやってもいいんですけど、なんていうんですかね、あんまりオブジェクトのスケールっていじらない方がいいかなっていうイメージというか、そんな、よくスケール、この状態で、この左上のコンポーネントみたいな状態で、親子付けしたりとか、そういう時に、変な状態になることが多いので、必要ないんであれば拡大縮小に数字を入れるのはあんまりおすすめしないっていう感じですね。なので、とりあえずこのスフィアラディウスを、変更していくっていうのをやってみたいなと思います。で、これをサイズを変えていくために、タイムラインっていうの、何回か使ったような気がするんですけど、いつ使ったか覚えてないなって感じなんですけど、タイムライン0。
あまり日本語にしておくのはあんまり良くないかなという感じで、まあ、別にここ名前なんでもいいんですけど、まあタイムラインって分かりやすいようにしといた方がいいんじゃないかなと思います。このダブルクリックでタイムラインを開いて F プラスを開いた状態で新規トラックの名前を、これも本当何でもいいんですけど、アルファってやっていこうかと思います。まあこれなんか名前が被っちゃうかもしれないんですけど、とりあえずまあ小規模な場合はこれでいいんじゃないかなと思います。よいしょ。まあ、名前が被らないんであれば、まああんまり問題にならないかなって感じですね。で、今回は、1秒くらいでサイズ変更してみようかなと思うので、11でこのなんですか、この矢印クリックして全体が見えるようにして、長さを5秒から1秒にして、1秒でまあ0から1に変化していくっていうタイムラインを用意した状態で、このセットスフィアラディウスから左に出して、ラープっていう、なんていうんですかね。なんだろう。英語圏の人だったらなんかこの単語を聞いただけで理解できるのかもしれないですけど、日本、ラープ、なんていうんだろう。なんだろう。英語の翻訳だと何なのか分かんないけど、こう A から B に数値化遷移していくっていう、やつになるので、A が0で B が1000っていう形にしておくと、1秒間かけて0から1000になっていくっていうアニメーションをここで組むっていう形になります。って感じですね。次に、スフィアコリジョン。アドイベントから、スフィアを右クリックからアドイベントを出して、ビギンオーバーラップを追加。と、まあ、ちょっと上の方にあった方がいいかなと思うので、移動させて、これにオーバーラップしたら、ホーミングの値を持ってこようかなと思います。で、プロジェクタイルを引っ張ってきて、プロジェクタイルから右に出して、ホーミング。セットホーミングターゲットコンポーネント。まあ、オーバーラップするのが1個しかない場合は、こっちか。アザーコンポーネントから、まあ、こういう形にしておくと、オーバーラップしたら、それに対して追従していきますっていう、そういう感じにもできるんですけど、まあ、この場合オーバーラップしたら、どんどん新しいターゲットになっていくんで、これを O ボタン、O キーを押しながらクリックすると、最初にオーバーラップしたやつに対して、ターゲットされた以降は、走りませんよっていう、ここがセットされませんよ、新しくセットされませんよってなるんですが、まあこんな方法でもいいかなと思うんですけど、まあ、いろんなオブジェクトがあった場合、ターゲットしたくないものにターゲットされる可能性もあったりして、まあ、そういうのは避けるために、まあいろいろコリジョンの設定だったりとか、やり方があるんですけど、まあ、一個昔からというか昔やってた方法としては、こうなんていうんですか、ここで定位って言ってこう、これだったらこう、これだったらこうみたいな、なんだろう、定位 BP フライ。なんかこんな感じでこう、どんどんつなげてた、ちょっと頭悪そうな組み方をしてたことがあるんですけど、こう、10種類ぐらいあったら10種類こう、キャストファイルにつなげて、でまあ、アクターにこう、つなげてってやったことがあるんですけど、この時は、なんだろうな、それくらいしかやり方が分かんなかったので、まあ、なんだろう、そんなことをしてたこともあったんですけど、今回おすすめしたいのは、この Other Actor からハズタグっていう、アクターハズタグっていう、
関数があって、なんていうんだ、これに対してブランチでこのタグを持っていたら、その持ってたアクターのコンポーネントに対してセットしますよっていう、まあ、タグっていう機能を使うと、まあさっきみたいにこうキャストで、キャストファイルド、キャストファイルドみたいなことをしなくて済むので、まあ、今回はこのハズタグっていうところにエネミーっていうタグを、定位に対してつけて、それが定位であれば、ホーミングっていう形で組んでみたいなと思います。で、そうするためには、まずこう定位、この定位のセルフを選んだ状態で、一番下の、このアクターの一番下に隠れてるんですけど、ここの中にタグがあって、ここにエネミーと打つと、このアクターの、タグが、エネミーっていうタグがつきます。で、これでコンパイルして保存して、で、もう一個、フライングの、この2つ、今回とりあえずこの2つをタグをつけておこうと思うんですけど、セルフを選んで、このアクターのところにタグを入れて、エネミーって感じですね。で、このアクター以外に、コンポーネントにも、タグっていう項目があって、まあ、こっちを使ってもいいんですけど、こっちの場合、なんだろうな、まあ、特に悪い要素はないんですけど、アクターではなく、なんだろう、こっちの方に、こっちのアザーコンポーネントの方にハズタグっていう方が、これか、コンポーネントハズタグ。こっちでやってもいいかなと思うんですけど、まあ、おそらくアクターの方でやった方が、なんだろうな、こう、アクターの内部まで潜らないっていう扱いで軽いんじゃないかなと思ってるので、アクターの方でいい場合はアクターでやった方がいいんじゃないかなと思ってます。まあ、この辺は別にコンポーネントでやると重いなんてことは聞いたことないので、どっちでもいいですけど、まあ、今回はアクターの方でやっていこうと思います。で、この場合、エネミーとオーバーラップした場合、オーバーラップしてターゲットが、セットされますっていう、セットされた後、まあ、どんどんオーバーラップをいろんなのにしていくと、まあ、結局、書き換わっていってしまうので、ここで、スフィアのコリジョンエナブル、セットコリジョンエナブル。これをノーコリジョンにすると、まあ、別にここに、なんていうんだ、さっきみたいに O ボタンを押して、O キーを押して Do once っていう形で、なんだ、一回しかここ通しませんよってすれば、一緒な気がするんですけど、まあ、好きな方をって感じですよね。で、プレイをして、ちょっと、どっかすっ飛んでっちゃってるので、このイニシャルスピードを、まあ、この黄色いところをクリックして0にして、まあ、初速をなしにしておくと、なんていうんだ、追っかけるようになるんですけど、ちょっと、このノーコリジョンを入れると、なんていうんだろう、コリジョン、スフィアコリジョンが見えない状態になってしまうので、一旦このノーコリジョンを消して、って感じですね。ただこの状態だと、ノーコリジョンを消してる、ノーコリジョンにしない状態だと、どんどん追っかける対象を変えていくっていう状態なので、まあ、とりあえずノーコリジョンにして、でもまあ、この追っかける対象をどんどん変えていくっていう形にする場合、これはこれでもありなのかなって感じですね。
とりあえずこれで一番近い敵に追っかけていくっていう感じにはなったんですけど、なんかローテーションっていうか、その、弾が回転しないっていう状態を、どんだっけ、このプロジェクタイルのローテーションフォローベロシティっていうところにチェックを入れると、ここにチェックを入れるだけで、このローテーション、弾が敵に向かっていくって感じなんですけどね。ただこの、なんだろう、このホーミングマグニチュードの数値が、なんだろう、おそらくこのマックススピードよりちょっと強くないと、あんまり近づいていかないっていう、この遠心力の方が強くなるみたいな感じになってしまうみたいなので、2000円くらいにしましょうか。この辺は、とりあえず、こんな組み方もできるんじゃないかなっていう形で、ちなみにこれをおすすめではないんですけど、これを説明したのは、シャープ22で、この組み方をして、配布したので、とりあえずこんな方法もあるかなっていう感じで、説明した上で、もう一個のパターンをやってみたいなと思います。こっちはこっちで、まあ、わかりやすいなと思うんですけど、次に、このスフィアのコリジョンの、増減というか、大きくなったり小さくなったりっていう、こういう動きで順番を決めるっていう以外の方法を、組んでみたいなと思います。トレースチャンネルっていうんですかね。とりあえずこれ一回誤作動を防ぐためにオルトプラスクリックで、この実行ピンを切っておきます。で、ちょっとどかしておきます。で、新しいのを作るために、ここに右じゃなくて、右クリックからトレースチャンネル。なんていうんですかね。今まであんまり使ってなかったんで、なんかこう説明をし始めると結構長くなっちゃいそうなんですけど、とりあえず今回は、このマルチスフィアトレースバイチャンネルっていうのを使って、なんていうんですかね。このスフィアコリジョンとかボックスコリジョンみたいな、コンポーネントって少しコストが高いというか、そのオーバーラップイベントとかを持ってるっていうだけで、これだけいろんな情報を持った状態で、このアクターの中に居続けるっていうことになるので、なんかあまり推奨されてないというか、問題っていうか基本的には、軽くチェックをする分にはこういうトレースチャンネルっていうものを使って、チェックするのが、どうやら正しいというか、賢いやり方みたいですね。割とこのトレースチャンネルばっかり使ってるチャンネルっていうかプロがやってるのは大体トレースチャンネルでやってるんですけど、トレースでやってるデータってあんまりなんていうんですか、ドローデバッグタイプがいつもノンの状態だと、このビューポート上で何が起こってるかがわからないっていう、特に初心者の時はわからないっていうことに陥りがちっていうか、自分がわかんなかったんですね。なんでこれ表示されないんだろうっていうのはだいぶ長いことあったので、なんて言うんだろう。これ、あとこの図体ですよね。このトレースバイチャンネルっていうのがなんかでっかいこのノードを使うのはなんか大事なんじゃないかって思っちゃったりしてて。なので、ちょっと避けてたんですけど、どうやらこれを使わないと、初心者を脱出することができなそうなので、
とりあえずこれを使ってやっていこうと思います。ですね。で、今回このラディウスっていうところを、1000、さっきのスフィアと一緒で1000くらいのサイズで表示していこうかなと思うんですけど、とりあえず一旦この状態で00で1000にして、このドローデバッグタイプを多分最初のオンになってるのをfor duration にして、コンパイルをしてプレイをすると、この緑色のスフィアがあると思うんですけど、スフィア円形のやつがあると思うんですけど、これが、トレースチャンネルってことで、場所が今00から00の場所に、1000の、サイズのトレースチャンネル、索敵、線のサイズのスフィアで、その中に何があるかっていうのをトレース、オーバーラップに近い扱いですけど、トレースをするっていうやつで、基本的には、ここにその直進方向というか、なんていうんだろう。一直線で、どっち方向でもいいんですけど、一直線でトレースしていくっていうのが、基本なんですけど、今回は全方位で、あんまりやってる人いないんで、あんまりおすすめじゃないかもしれないですけど、全方位で索敵をしてホーミングしていくっていう形にする場合、スタートとエンドが一緒でいいんじゃないかなっていうところで、ゲットアクターロケーションを呼んできて、スタートとエンドを別に一緒でいいんじゃないかなっていう感じで、この状態で、単純にプレイすると、この、アクターを中心にした、トレースをされるって感じですね。全方位ってなると、これでいいのかな。あとは基本的によく使うのはここになんかプラスってやって、ベクタープラスベクターってやって、例えばこっちに線とかってやると、なんか右の方に、なんかバズーカみたいに、見えない。サイズがちっちゃいから見えない。いや、でっかいから見えない。50で、やってみましょうか。50でいくとこう、右にガーってこう、基本的に、右っていうかその進行方向だったりとかを、索敵というか何があるかっていうチェックするために使うものかなと思うんですけど、とりあえず今回は方向をあまり指定しないでやっていこうかなと思うので、この状態で組んでいこうと思います。で、このアウトヒッツのところから、なんていうんだ、大丈夫かな。この状態でラディウス線の範囲にあるものを索敵するっていう形で、説明しなきゃいけないことは大丈夫かな。とりあえずアウトヒットから右にドラッグしてループと打って for each ループ。このノードを多分今まで使ってないと思うんですけど、この構造体の配列構造体の配列とか言ってもいきなり言ってもあんま説明もしづらいような気がするんですけど、なんていうんですか、トレースしたものをどう処理するかっていう、トレースしたものとりあえず一旦このまま組んでみましょうか。で、アレイエレメントのところから右にドラッグすると、今回は検索とかはせずに、一番下から 3番目ぐらいなのかな。ブレイクヒットリザルトっていうのを選びます。トレースチャンネルの説明しているやつだと、大体こういう組み方をしてると思うんですけど、大体ですもここの組み方が若干違う気がしますけど、とりあえずこの組み方にした状態で、例えばこのヒットのところに、
ヒットからじゃないか。一旦この状況を把握するためにプリントストリングスっていうのを打って、ヒットアクターにつないで、ちょっと見てみましょうか。左にガーって出てくると思うんですけど、ちょっと数がというか、表示上の量を減らしたいので、N を押して、N を押しながらクリックすると doN っていうのが出てくるので、これは、何回まで繰り返しますかってやつで、この doN に10くらいにしてみましょう。10って言って、プレイを押すと、このステージ、見えない。このプリントストリングスのこのデュレーションっていうのを、ちょっと数値変えると、その秒数が変わるので、このステージ静止。これあれですね、この緑色でなっているトレースチャンネルで、衝突しましたよっていう、このヒットイベントから出てくるヒットアクター。この緑の中に、実際今10で切ってるんで、もっとヒットしてるんですけど、どれに当たりましたよっていうのが見えるってやつですね。もう一個このヒットコンポーネントっていうところから引っ張って、内容を確認してみると、このアクターの中のどのコンポーネントがヒットしたかっていうのを、見ることができるので、って感じですね。で、実際この、なんていうんですかね、このアクターにつないだときに、この中心位置から近いものに対して、割り当てたいんですけど、とりあえず、あんまりもともとあんまり推奨されていない、基本的にはスタートからエンドに対して、レイを飛ばすというか、ものなので、なんていうんだ。この状態、基本的に、この状態だと大体、どれも同じタイミングでヒットしてるので、近い方が先にっていう状態になってないので、これを、どう解消しようかなっていうところで、後々この距離で、判定するっていうのを組んでいくんですけど、最初なかなかやり方が見つからなかったので、こういう悪い組み方をしてみようかなと思ったんですけど、作った1秒間でサイズが、変化するっていうやつですね。これで組むと、なんていうんですか、徐々に近いところから大きくなっていくっていう感じで、そうすると最初に引っかかったやつをやればいいのかなとか、あとこのデュレーションドロータイムを 0.1 とかにすると 0.1 とかにするとちょっとソナー感があってちょっといいかなとか思ったこともあるんですけど、この方法で逃げようかなと思ったんですけど、これやっぱりマイフレーム結局なんていうのトレースをし続けるとせっかくトレースで軽くしようとしてるのに割と本末転倒なやり方をしているので、こういう感じではなく1回のトレースでどっちがでかこの1回のこれってそうかラディウスが1000になってない。1回つなぐと0になってしまう。よいしょ。
1回の索敵、見えてるか。0.1 ではなく、よいしょ。1回出したときに、ここに出るようなものを、どれが一番近いんだっていう判定を、これから組んでいこうと思います。で、まず簡単に、どれが一番近いかわからない状態で、定位にホーミングさせるっていう方法に関しては、どれだっけ、このプロジェクタイルのホーミングターゲットを、あれか、これみたいに、このハズタグでホーミングっていう扱いか。タグを持っていたら、このアクターが、ヒットしたアクターが、タグを持っていたら、よいしょ。このターゲットにコンポーネントを割り当てるみたいなことをすると、これで設定、これでいくんだっけ？一応これで、あれなんですよね。ただ現状として、位置関係的に一番近い、どうなんだ？こっちの方が近いのか。もうちょいこっち近づけてみましょうか。こっちに、ホーミングされるように、近い方にホーミングされるようにしていきたいなと思います。この状態だと、とにかく、エネミーを見つけたら、どれでもいい、どれかはっきりしないけど、ホーミングしますよっていう組み方であればこれでいいんですけど、一番近いやつに、ホーミングするっていう形に、ちょっとめんどくさいんですけど、やってみようかなと思います。もしかしたらこの辺ノード一発でクリアされる問題だったりするかもしれないんですけど、ちょっと試しにというか思考実験的にやってみようかなっていう感じで、ちょっとこれからぐちゃぐちゃするので、このヒットコンポーネント2を、変数化して、ここ、ヒットコンポーネントにしといて、こっち側もホーミングターゲットコンポーネントをこっちも変数化しておいて、徐々にめんどくさい感じになってきましたけど、ホーミングターゲット。よいしょ。で、何かしらをしてここにセットするっていう形にしたいんですけど、まずこのホーミングのターゲットに、一回コンパイルしないと出てこないんですけど、このデフォルト値がなしになっていて、現状これ、何にも入ってない状態なので、なんていうんですかね。とりあえず、一個組みたいのは、このホーミングターゲットが存在しなければっていうのを出すために、ゲットホーミングターゲットをして、この右、これ多分動画の中では一度も使ってないと思うんですけど、検証済みゲット変換っていうのをすると、この変数の中に何もなければ下、このなんで日本語になってるのかわかんないですけど、この、有効ではない。何にもターゲットがないときは、この下の
ルートをたどるっていうものになっているので、ターゲットの中身がないときはターゲットに、何かしらをセットするっていうところで、このヒットコンポーネントをセットするっていう感じですね。別にこう引っ張ってきてもいいんですけど、こう長い線はあんまり好きじゃないのでって感じですね。あとこのインパクトポイントとかで持ってきてもいいかなと思うんですけど、とりあえずこの方が分かりやすいかなと思うので、とりあえずこういう感じで組んでみようかと思います。ホーミングターゲットがセットされていなければ、ヒットしたエネミーを、ターゲット、ホーミングターゲットをセットしますっていうやつですね。で、すでにヒットしていて、ヒットしていたらっていうのがこの有効であるってところにつながってくるんですけど、どうするんだっけ、これでブランチを1個用意して、何かがあったらこれにセット。何かがあったらというか、この中で、ヒットした中で一番近ければというか、比較して、このターゲットコンポーネントより近ければ、ホーミングをセットするっていう、なんていうんですか、この、一瞬だっけ、あ、そっか。プリントストリング消したから、どれがあれかっていうのが分かりづらいですけど、とりあえず近いか遠いかっていうのをチェックするために、まず get ロケーション。ちょっと思ったより長い内容になってしまったので、ちょっと見てる側がだれそうな気がしますけど、で、ベクターで、まず取っていきたいのは、このホーミングターゲットが、どこにあるかっていうのを取っていきたいんですよね。get ロケーション。ワールドロケーションですね。このアクターロケーションとターゲットのロケーションを、近さ、距離っていう扱いにする場合、距離だけ取る場合、レングス。ベクターレングスっていうのを使うと、3つの座標を一直線にした場合、どのくらいの長さですかっていうのが出てくるので、こんな感じで組んでみます。で、もう一個が、このヒットしたコンポーネントが、どれくらいの長さ。ホーミングターゲットより長いか小さいか、長いかどうかっていうのをチェックしたいので、この状態で、フロートでつないで、大なりで比較をすると、A が B より大きい場合っていうところで true を返して、そこに対して、その場合、ホーミングに何もセットされてないっていうか、この状態だと、ホーミング、過去に入ったままのホーミングが、ここに入ってしまうので、ホーミングをセットコンポーネントって言うんですか。ちょっとわかりにくいな。ここも消してこうでいいのかな。別にこれヒットをここに入れてもいいんですけどね。ヒットをここに入れればいいのか。こういう組み方でいいのかな。
いいのかこれ。うん。多分これで、この状態で、あれですよね。こっちに寄ってれば、結果が変わってるってことですもんね。なので、これで大丈夫なはずですね。で、このぐちゃぐちゃしてるのがちょっと見栄えが悪いので、今までこう、あんまり関数って使ってきてないんですけど、関数っていうかまあ、いつもカスタムイベントでやってるんですけど、なんだろうな。関数化っていう、なんかまあ、処理がいろいろやってあるなっていうのを、折りたたむとのも違うんですけど、関数にしておくと、関数にして、なんていうんですか、これだとこう、カスタムイベントと同じような、実行ピンを入れなきゃいけなくなるんですけど、これをこう純粋化ってやるとこう、計算式だけを、ここに割り当てることができるので、うん。ですかね。こういう感じにしておくと、処理的にもここの中にあるより、ちょっとだけ、こう関数化ってすることによってちょっとだけ処理が早くなるらしいので、まあ、ガンガン関数化していった方がいいのかなと思うんですけど、名前何にしましょうか。ターゲット、チョイスとかにしましょうか。まあ、こういう感じでやっていった方がいいかなと思うんですけど、ただまあその初心者に説明するときに、あれもこれも関数化してあって、なんかこう、こんなターゲットチョイスなんてノード知らねえぞっていうことに、まあ、多分本当に初心者の場合は分かんない感じになってしまうので、このダブルクリックすると中が見れたりするっていうのが分かんない状態の場合、まああんまりこう人に教えるためには、まあ一覧できた方が分かりやすいかなっていう感じで、なんだろう、この辺も全部関数にしちゃった方が、ちょっとだけ処理が早くなったりするんですけど、一覧できるように関数化はしてない状態だったりはしますって感じですね。で、まあ、とりあえず、これくらいの処理は関数化にした方がいいんじゃないかなっていうのを、まあ、今回も説明してみてもいいかなと思います。って感じですかね。ちょっとまあ、そうですね。トレースチャンネル。初心者を抜け出したい場合はトレースチャンネルを使った方がいいのかなっていう感じですよね。で、まあこれがベストかっていうと、まあ、おそらくこうコリジョンを、エネミーにしかコリジョンがかからない状態にして、これ今マルチトレースっていう形でいっぱいトレースするんですけど、いっぱいっていうかまあ全部、この範囲内にあるものを全部トレースするんですけど、まあ前方とかで1個だけチェックするシングルトレースの方が処理も早くはなると思うんですけど、またコリジョンの方をいじり始めると説明が長くなりそうだなという。コリジョンのこのトレースチャンネルってところが、なんていうんですかね。いつもこのトレース型っていうところのビジビリティってところでチェックが走ってるんですけど、ここにエネミーっていうので、どれに対して、トレースしますかっていうので、エネミーにしかトレースがかからないみたいなのを用意しておくと、なんだろう、いいかなと思うんですけど、その辺あれなんですよね。ここにチャンネルを増やすべきか、どうするべきかっていうのは、ちょっと僕の中でもまだどうするべきなのかがはっきりと決まってなくて、あんまりあれですよね、説明してくれてるチュートリアルとかでもあんまりこの辺をいじってるのがなくて、
使わない方がいいのかなとか思い始めてたりするんですけど、まあたまにこう1個2個追加して説明してくれるところもあるんですけど、どうなんですかね。その辺ちょっと悩んでるので、この辺トレースだったりオブジェクトだったりチャンネルを増やした時に起こる問題点、特にこの最大18って上限が決められてるぐらい何かしらこう負荷が大きい要素なのかなっていう部分もあったりするので、あんまり気軽に増やさない方がいいのかなというところもありつつ、とりあえず今回はトレースチャンネル、最初は、なんだ、コリジョン、通常のスフィアコリジョンでオーバーラップしてホーミングさせる方法をやってみたんですが、最終的には、トレースチャンネルで距離の一番近いものを選んで、ターゲットを仕込むっていう方法がいいんじゃないかなっていう説明をしましたって感じです。とりあえず、動くのをもう一回確認しましょうか。一応動きますよね。これからその当たり判定だったりとか、当たったらどうなるみたいなところも、やる必要があるんですけど、そこの説明は、別の機会でこれやるのかな。とりあえず、おそらく、前回のプレイヤーを追っかけるっていうだけ説明すると、敵を追っかける方法がわからない人がいるんじゃないかなと思ったので、やってみましたって感じですね。で、僕も最初このトレースチャンネルっていうのがいまいちこう把握しづらかったので、このスフィアでコリジョンオーバーラップでっていう方法の方が分かりやすい場合はそっちでもいいんじゃないかなと思うんですけど、コンポーネントを増やすのはあまり推奨されてないのとって感じですかね。別に全然これでもできるんですけどね。大量に発射させる場合、徐々にコンポーネントでやってる方が重くなってくるかなっていう感じなので、って感じですかね。以上ですって感じで、次回は、今回やろうと思ってたオーバーラップ、をやろうと思います。オーバーラップ。ね。って感じで次回もよろしくお願いします。